何が違うか、ここなんです。ハンドルでそんなにめちゃめちゃ癖もないっていうところ、エスプリっていうやつ。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日ご紹介しますのはこちら、プジョーの3008ハイブリッドです。ハイブリッドなんですけれども 48V のマイルドハイブリッドです。こちらの試乗が叶いました。結構乗りました。今回ですね、この E3008 と3008ハイブリッドほとんど外見変わりません。なんですけれども少し違うところがあるのでそちらをご紹介したいのと、今日はですね静岡県の伊東にありますかなでの森リゾートというところでですね撮影をさせていただいております。今日はですねこちらのかなでの森リゾートで私の今井ゆきの試乗しましょうの第1回目のオフ会を行いました。そちらにこの車展示させていただいたんですけれども、とっても大人気でした。というわけで、このオフ会の興奮冷めやらぬ感じで、このですね外装の違うところと、それから試乗1本でお届けしていきたいと思いますのでご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。雨の日が楽しみになるガラスコーティング白山50。さあこちら E3008 と3008ハイブリッド、何が違うかほとんど変わりません。このグラフィカルなグリルもそうですし、全体的なシルエットの印象も全く変わらないです。この3本爪のイルミネーテッドも全然変わらないです。何が違うか、ここなんです。はい、実はですねこのモールドが入ります。 E3008 に関しましては全てがボディ外反色と同じというようにおそらく日本もなりますが、ハイブリッドだけはですねここが樹脂になりましてよりカジュアルな印象となっています。こちら好みが分かれるところだと思いますけれども、これぐらいしか逆に変わらないです。さあ樹脂部分が違うということでリアが結構印象が違いますよね。しっかりと SUV テイストでよりカジュアルになってます。それからここにハイブリッドというロゴが入ります。あと結構驚いたんですけれども、しっかりと電動のテールゲートなんですよね。しかもこのラゲッジスペースがほとんど EV とハイブリッドで変わらない。逆に EV がそのラゲッジスペース効率がすごくいいっていうことだと思います。すごいなと思いました。さあちなみに注目のインテリアです。私もですねフランスでしか乗ってないのですっごく注目してました。全体的な印象はほとんど左ハンドル車と変わらないんですけれども、このねアンビエントライトがもう夜走るとめっちゃくちゃ綺麗なんですよ。そしてここです。コックピットちゃんとですね左右スイッチされてました。これも感動ポイントでした。もしかしたらですねこう右ハンドルになったら左ハンドルだとねこれが逆の切れ込みになってるんですよ。なのでもし右ハンドルになったらこのまま来ちゃうかなと思ったんです。なんかこれが逆になってるイメージねなんですけれども、ちゃんとですね右ハンドル用に変わってます。その実をですね、フレンチブランドの方にお聞きしたら、やはりですねイギリスでも割とこの3008っていうのは販売ボリュームがあるということで、右ハンドルの需要がね割とあるのでしっかりといろんなところをアジャストできたんだよっていう話もされてました。なので使い勝手がですね左ハンドルバージョン右ハンドルバージョンと何にも犠牲になっていないというところが素晴らしいなと思いました。さあそして注目のアイコックピット、日本語版はこんな感じになってます。先にこの E3008 の試乗動画見せておりますけれども、 EV もガソリンエンジン版も全然何も変わらない。もうこれもすごいなと思いました。めちゃめちゃ綺麗ですし、そもそもですねEV 版の方も日本語に表示ができておりましたので、すごいなと思いましたね。もう何にも使い勝手が変わらないんです、本国と。でこのアイトグルっていうねもう1個のディスプレイもちゃんと入っております。でこれがですねパーソナライズできるんですよね。だからここに入る情報をいろいろと変更できるっていうのもとってもいいポイントだなっていうふうにも思いました。あと細かいことですけど、ここ開けた時にこれわかります？これ超いい。多分ね純正なんですけど、これめちゃくちゃ気遣いだと思います。本当に今回ですねこのアイコックピットそれからアイトグルともにですねめちゃくちゃ触るので常にね気になるんですよね。これをこういう風にキュッキュできるのは本当に嬉しいです。めちゃめちゃ気遣いですよね。日が暮れます。急げ急げということで3008ハイブリッドでございます。はい、フランスで乗ってきたのが E3008 で、こちらがハイブリッド
で日本にはハイブリッドの方がね先に導入をされております。はい、私ですねこちらの方をすんごい距離乗りましたよ。ステランティス、茂木、水道橋、そして木更津、そして伊東としかもそれをですね1日でちょっと駆け巡ってしまいましたが、本当にすごいのが燃費。マジでこれびっくりしたんですけれども、こちらのですね、ハイブリッドシステムは C4 でもねすでにお届けしたハイブリッドシステムです。 1.2 リッターのガソリンエンジンに 48V のマイルドハイブリッドということで、メーカー的にはマイルドという言葉は使っていないんですけれども、マイルドハイブリッドです。なんですけれども低速ながらモーター走行域も備えている、割とねストロングに近いタイプの走行フィールを持つマイルドハイブリッドといったような感じになりまして、これが本当にずっとこのご覧のですよ山道ですよ、ここ走って、しかも高速道路ほとんどっていうこともあるんですけれども、どんどん距離が伸びていきまして、なんとリッター19以上。すごい。やっぱりねこれだけ走ると、これだけ距離走るとその恩恵感じますよ。全然ガソリン減らないんだもん。しかもすごいなと思ったのがめちゃくちゃトルキーなんですよね。でこれはフレンチブランドのエンジン全部に言えるんですけれども、やはりですね飛び出し感がすごくある、元気がいいのがフレンチエンジンの特徴だと思います。この元気のいいフレンチエンジンっていう良さはマイルドハイブリッドになっても全く変わらないです。非常に良かった。踏み心地もいいし、ペダルがそもそも軽やかなんですよね。なのでググッと進み始めるっていうこの飛び出し感、もうね不用意に結構ねだるめの車から乗り換えるとバーンってこうねヘッドレストに頭が押さえつけられるぐらい、非常にトルキーですね。最初からトルクが大きく膨らんでいくような感じのイメージのエンジンです。これにマイルドハイブリッドが加わっておりますので、さらにですね中間少しねスーパーチャージャーのようにパワフルな、イメージもありまして、とってもここが気持ちいいなと思いました。いやーさすがフレンチエンジンという感じがします。そもそもこちらの3008からステラミディアムというですね、新しい電動プラットフォームが使用されております。でこのプラットフォームがそのままマイルドハイブリッドにも使われておりますので、非常に、プラットフォーム自体が剛性が高いです。でこの剛性が高いがゆえに何が起こっているかというと、サスペンションがすごくフレキシブルになるんですよね。フレームが固まるので取り付け位置も固まってしっかりと足が動くっていうことが行われているわけなので、割とですね私すごく感動したのが E3008 の重量を持ってものすごく足がしなやかだったというのをぜひ過去動画でご覧いただきたいんですけれども、下に概要欄に貼っておきます。この3008ハイブリッドに関しましてはやはりですねそこに個性が分かれてきます。ここは本当に好みだと思うんですけれども、非常にマイルドハイブリッド 1.2 リッターというエンジンもありますので軽やかです。とっても軽いね、上物が軽いですので、それにしっかりしたプラットフォームがついているので、ちょっと跳ねるようなねちょっと元気な感じのタイヤが硬いっていうイメージよりはもう少しですねそのバウンスするようなサスペンションの方がバウンスするような感じのちょっと転がり感のあるようなね足のフィールになっています。だから、E3008 の時に私がですねレビューしたような、もっちりと粘るような、むしろ猫足を取り戻したかのようなサスペンションだったというのは、やはりですね EV の重みあってこその重量感、質量だと思っていただけるといいです。この3008ハイブリッドに関しましてはそのエンジンというかパワートレイン自体が軽いですので非常に軽やかです。ですからもう少し若々しくタイヤのあたりもですねこのミシュランの転がり感というかね丸い感じっていうのを存分に味わえるような軽やかなフィールになっているというのが若々しさにもつながっていると思います。もう進み出しからですねうわノーズ軽っ、鼻軽っ、車重軽っていうのをですね E3008 のイメージで乗り込むとすぐに感じることができるんですよね。でこれはフレンチの近代フレンチのね軽やかさっていうところとすごくつながっていると思いますので、とってもね好みな人が多いフィールだと思います。さらにすごくいいのが上下を切り落としたような変わった形のステアリングがホイールがついていて、これ使用感どうなんですかってよく聞かれるんですけれども、小径などでめちゃめちゃ扱いやすいんですよ。でさらに形状ですごくいいなと思うのが、ちょっと映ってないかもしれないんですけれども、このグリップした時のこの指側の方ね、奥の方が
ポコッとこうね引っ掛けるようにフックのようにね膨らみがついていて、膨らみのところにですね指が引っかかるようになってるんですよ。でこの指の引っかかりがとっても手にフィットするのだから、押して切る時も引いて切る時も操作がすごいクイックなんですよ。もうこの手の握りだけですごくクイックで、自然に力が入るところがですね決まってくるので、このおかげでキュイッでね、このハンドルを切っていく操作がもう楽しい。まずその手の座りがいいっていうことね、ここにすごく感動しました。でプジョーならではの小径ホイールで自然と脇が締まります。やっぱねステアリング握る時ってこうなってるとね、こうなんかちょっとお行儀悪いしかっこ悪いし、しかも運転しにくいじゃないですか。本当はスッと脇が締まった方がとってもエレガントに運転もできますし、しかもですねハンドルを切っていく時に最小半径でいけるのでクイックにハンドルを操作できるっていう良さがあるんですけれども、これの小ささとこのグリップの握りの良さでなおのこと機敏に操作ができるというですね操作上のメリットもあります。だから運転していて本当にハンドルがですねもう嘘みたいにクイクイ曲がっていくの、これがねめっちゃ気持ちいいです。他にない個性っていう意味ではここすごくピカイチで上げられるポイントかなっていうふうに思いました。キュッハンドルね、これ信号一つ曲がるのも楽しいです。他のメーカーのこのミディアムクラスの SUV の中でですね際立ってインテリアエクステリアがとにかく豪華です。もう見えます？今ちょっとね夕方になってきたので分かっていただきやすいかと思うんですけど、このアンビエントライトが一周ぐるっとこのアイコックピットの裏まで回って光るんですよね。でこれが夜になると本当に綺麗で、このアンビエントライトの色もいくつか選べるし、そしてこの辺がめちゃめちゃ豪華かつファブリックを使っているのでとっても先進的でおしゃれ、そしてハンドルがとてもクイックということでですね、このサイズの、競合の中ではですねとにかく機敏な運転がすごく楽しめますね。しかしシートが良かったです。本当に長い距離運転しました。全然腰痛くないんですね。やっぱりフレンチってすごくシートにこだわりますし、またフランス人って意外と小柄な人が多いので、ドイツ系のシートよりももしかしたら腰にフィットするのかもなっていうのもちょっと推測できます。このプジョーのシート自体がすごくかっこいいですし、見た目もスタイリッシュなんですけれども、特に私が感動したのがこの腰骨のところをキュッて押してくれるようなジャストなサイズのランバーサポートです。これはすごく快適だったし、体がね本当にぶれないのに背中はゆったりしてるんですよ。見えますか？ほらめちゃくちゃ綺麗でしょ。これね本当に夜ねロマンチックな気分で運転できましたよ。こういうところにフランスのこうアムールみたいなね、モナムールみたいな感じの情緒とかね、こういう詩的な感じを受け取ることができますよね。でやっぱね 1.2 リッターって聞くとそんなちっちゃいエンジンで大丈夫なのって思うかもしれないんですけれども、本当に元気にトルキーです。ここはもうタイヤの力もあると思うんですけれども、すごくスイスイグイグイ進んでくれますので、むしろこのねトルクをね過剰に感じるぐらい、むしろ元気って思うぐらいです。見た目も個性的だけど走りも個性的ね、しかも普通に使えてADASもめちゃくちゃ良かったです。これだけね距離走るとやっぱりね途中しんどくなるのでクルーズコントロール使ったんですけれども、このクルーズコントロールのお行儀もとっても良かった。もうねこうやって両位に信号の時に踏み込むとグイってこうノーズが上がって本当にね後ろに G をこうバンってね感じちゃうぐらいの加速が生まれます。対して、ネガティブが一つあるとすればやはり 1.2 リッターエンジンですので、少しですね高速駅であるとか山道であるとかっていうところでこう多めに踏み込んでいくと少しねやっぱり 1.2 リッターのエンジンのサウンドっていうのが割と耳に入るかなと。静粛性っていう意味で言えばねもう当たり前のことなんですけれども、 E3008 でもかなりの距離を乗ったので、この車に乗ると E3008 の EV の走行のことをパッて思い出してしまうので、余計にねEV 良かったなっていう感じにするんですけれども、そういうところのサウンドっていうのはややあるかなというところは気にならなくもないです。ただしそれをこう上回る魅力が本当にたくさんありますし、なんて言ったってこれもすごい、この走りでこんなに元気な走りでこんなに燃費でありながら割とね癖がないっていうのもすごく面白いところで、パドルシフトもついててかなりスポーティーに走りはするんですけれども、そんなにめちゃめちゃ癖もないっていうところ、癖がないっていうのは十分にねフレンチらしさっていうのはあるんですけれども難しくないんですよね。この車
一回このトルクな感じとか、それからこのクイックさに慣れてしまうと、とってもプジョーなのに普通に乗れてしまうっていうところのこの絶妙なバランスとかもめちゃめちゃ際立っていい商品性だなと思いました。一回このグイグイ感に慣れちゃうと、もうちょっと普通のおとなしい車がつまんなくなっちゃうかもしれない。このね、本当にね、交差点曲がるのがめちゃくちゃ楽しいんですよ。ちょっと他にないフィールなので、個性をね、車にちょっとね、今までちょっと最近カーライフ飽きてきたな、つまんないな、もっと刺激的な車ないかな、けど使える SUV が欲しいなという方はですね、これすごくいいと思います。国産車並みに、いや国産車以上に燃費がいいのにこんなに個性的、ちょっとね面白い個性も味わえるっていうね、この商品の作り方、個性の出し方っていうのに少しやっぱりエッジが立ってるね。まあフランス語で言うとエスプリっていうやつ粋みたいな感じがあるんですよね。これはね刺さる人が意外と多いと思いますので、ぜひ一度試乗してみることをお勧めいたします。見た目ね、パッとドア開けた瞬間にうわーすごいとっつきにくいってもしかしたら思うかもしれないですけれども、一旦慣れるととっても簡単です。もう一つ、車庫入れ結構簡単でした。なんでだろう、すごくねミラーの位置なのか、それともボディの形状なのか、めちゃくちゃ運転しやすかったです。車買ったら自宅で簡単コーティング、シラザン50。はい、というわけで今日はこちらプジョーの3008ハイブリッドをお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。非常にですね質感がいいです。E3008 とハイブリッド、これね乗り味で言うと、私的には E3008 の方が好きですけれども、ハイブリッドもですねもう何といっても燃費が良すぎるので素晴らしい選択肢になるんじゃないでしょうか。もう本当にインテリアの質感が素晴らしいので、皆さんぜひですね販売店の方で試乗してみてください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。